海道大学北極域研究センターの安成哲平と申します。大気エアロゾルといって大気中に浮いている微粒子の、いろんな研究をしています。例えば日本の方だと春におなじみのある酵素だったり、あとは森林火災から出てくる、ブラックカーボンだったりオーガニックカーボン、有機炭素だったり、そういういろんな粒子の総称ですねをエアロゾルと言います。大気中の微粒子っていうのは太陽の光を散乱したり吸収する効果があるので、それによってその大気中の熱バランス、放射を通じて変えることで気候に影響を与えたりっていうような影響がある。微粒子なのでそれがたくさん集まると大気汚染になったりするので、そうすると粒子のサイズがちっちゃいので PM2.5 として健康影響の観点から懸念されたりしています。今後温暖化していく中で森林火災が増えるっていうことがいろんなところで研究だったり言われてるんですけれども、その森林火災がどういうふうなメカニズムで起こって大気汚染というものを正確に予測して対策だったり、そういうことができるようになったらいいなというふうに考えています。例えばその PM2.5 の測定は装置を設置して測ったり、その地球全体の数値シミュレーションを行ったり、データ解析したりなんかして、分析したり、いろんな方法、ありとあらゆる手法を導入してやっております。最近ですとその北極のグリーンランドのところに我々がちょっと開発した装置があるんですけども、それを持っていって大気中の PM2.5 を測ったりしています。外枠は自動温度調節断熱ボックスなんですね。で中は単純に、真ん中に PM2.5 のセンサーを設置していて、そこに温度コントローラーと白熱電球ヒーターを4つつけて、で、ある一定の温度より低くなると自動でその白熱電球ヒーターが点灯して、で中を温めて、ある程度の温度になるとその温度コントローラーが電源を切って、でまたその温度が下がってきて中をプラスの温度で保っておくっていう風にできるようになってます。仮にシベリアの森林火災が増えた時に気候にどう影響を与えるか、 PM2.5 が増えて大気汚染による健康影響、人がどういうふうな、健康被害が出るか、さらにそれが経済的なインパクトがどれぐらいあるかっていうところまで分析して話をしたっていう、論文になります。温室効果ガスによる温暖化の効果の方が地球全体としてはなんでしょうね、卓越してるんですけども、シベリアの森林火災から排出されるエアロゾルの量が増えることで火災域から風下域のあたりは部分的にですけど温暖化をちょっと抑制するような効果も見られたっていうのが一応気候の観点から分かったことになります。でさらには PM2.5 これぐらい増えるとそれによって亡くなる人がこれぐらい増えうるよっていうようなことが数値として出せるんですけど、数万人規模だったり数百億ドルだったりっていうぐらいの度合いのインパクトはどうやらありそうですよっていう、その森林火災っていうのの影響が一事ではないんだよっていうのを知ってもらいたいなっていうところが一番のメッセージかな。高校生の時に南極大陸で掘られたアイスコアっていうか、その氷の円柱状の、サンプルがあるんですけれども、それを、それこそ北大の工学部で見せていただく機会がありまして、それにえらく感激したんですね。この見せてもらった氷のここの中に過去数十万年前の空気ですけどね、それが入ってるって言われて、いやすげえな。実は予想してた流れよりも違う面白い方の結果が出てきて、そっちの方をより調べたくなっちゃうとか、そういうのが面白いなと思ったりします。私はパワーリフターでしてアスリートなんですね。重りを目の前にしてもうそれに全力で集中するっていうその時間っていうのがものすごいやっぱりこの集中力を高めることにも役に立ってまして、自分に嘘をつかない、っていうことですね。他の人からこういうふうに言われたけれども自分はこう思うからやっぱりそれをやってみようっていう納得できる行動っていうのを決めて、やるっていうのは、普段から心がけるっていうのを大事にしております。できるだけ
日本以外の世界を知ってもらいたいなと思います。特に研究をしている人たちには一度は外の世界に出て、いろんな、その新しいものを、学んで、それでどんどんそのキャリアを歩んでいってもらいたいなと思っております。